はい、皆さんこんにちは、ゆかです。皆さん、日本語の勉強を続けていますか？ 2024 年も残り1ヶ月となりました。今年の目標は達成できそうですか？今日は皆さんの日本語の勉強の教材の一つとして朗読をしようと思います。朗読というのは作品とか文などを声に出して読むことです。今日読む作品は夏目漱石の我が輩は猫であるです。夏目漱石は明治から大正にかけて活躍した日本人の作家です。小説をたくさん書きました。例えば我が輩は猫である、坊ちゃん、心、三四郎などの作品が有名だと思います。皆さんもこうした作品の名前を聞いたことがあるかもしれません。これから読む我が輩は猫であるという小説の主人公は猫です。猫の視点から人間たちの様子を描いた作品です。この主人公の猫はもともと捨て猫でした。その捨て猫が拾われて英語教師の家で生活するようになります。そこで初めて見た人間たちの話とか様子などをユーモアたっぷり、皮肉たっぷりに描いています。この作品は1905年に雑誌の連載として書き始められたものです。今から100年以上前の作品なので、この小説の中に出てくる人たちの生活習慣とか話す時の言葉遣いなどは現在の日本人とは少し違うところがあります。それも含めて楽しんでもらえると嬉しいです。はい、それでは早速始めましょう。我が輩は猫である。名前はまだない。どこで生まれたかとんと見当がつかぬ。何でも薄暗いジメジメしたところでにゃーにゃー泣いていたことだけは記憶している。我が輩はここで初めて人間というものを見た。しかも後で聞くと、それは書生という人間中で一番同悪な種族であったそうだ。この書生というのは時々我々を捕まえて煮て食うという話である。しかしその当時は何という考えもなかったから別段恐ろしいとも思わなかった。ただ彼の手のひらに乗せられてスーッと持ち上げられた時、なんだかふわふわした感じがあったばかりである。手のひらの上で少し落ち着いて書生の顔を見たのがいわゆる人間というものの見始めであろう。この時妙なものだと思った感じが今でも残っている。第一、毛をもって装飾されるべきはずの顔がツルツルしてまるでやかんだ。その後猫にもだいぶあったが、こんな片輪には一度も出くわしたことがない。のみならず顔の真ん中があまりに突起している。そうしてその穴の中から時々プープーと煙を吹く。どうもむせっぽくて実に弱った。これが人間の飲むタバコというものであることはようやくこの頃知った。この書生の手のひらのうちでしばらくは良い心持ちに座っておったが、しばらくすると非常な速力で運転し始めた。書生が動くのか自分だけが動くのかわからないが、むやみに目が回る。胸が悪くなる。到底助からないと思っていると、どさりと音がして目から火が出た。それまでは記憶しているが、あとは何のことやら、いくら考え出そうとしてもわからない。ふと気がついてみると書生はいない。たくさんおった兄弟が一匹も見えぬ。肝心の母親さえ姿を隠してしまった。
その上、今までのところとは違ってむやみに明るい。目を開いていられぬぐらいだ。はてな、何でも様子がおかしいと、のそのそ這い出してみると、非常に痛い。我が輩は藁の上から急に笹原の中へ捨てられたのである。ようやくの思いで笹原を這い出すと、向こうに大きな池がある。我が輩は池の前に座って、どうしたらよかろうと考えてみた。別にこれという分別も出ない。しばらくして泣いたら書生がまた迎えに来てくれるかと考えついた。にゃーにゃーと試みにやってみたが誰も来ない。そのうち池の上をさらさらと風が渡って日が暮れかかる。腹が非常に減ってきた。泣きたくても声が出ない。仕方がない。何でもよいから食い物のあるところまで歩こうと決心をして、そろりそろりと池を左に回り始めた。どうも非常に苦しい。そこを我慢して無理やりに這っていくと、ようやくのことでなんとなく人間臭いところへ出た。ここへ入ったらどうにかなると思って、竹垣の崩れた穴からとある邸内に潜り込んだ。縁は不思議なもので、もしこの竹垣が破れていなかったなら、我が輩はついに路傍に餓死したかもしれんのである。一樹の影とはよく言ったものだ。この垣根の穴は今日に至るまで、我が輩が隣の三家を訪問する時の通路になっている。さて屋敷へは忍び込んだものの、これから先どうしていいかわからない。そのうちに暗くなる。腹は減る。寒さは寒し、雨が降ってくるという始末で、もう一刻も猶予ができなくなった。仕方がないから、とにかく明るくて暖かそうな方へ方へと歩いていく。今から考えると、その時はすでに家の内に入っておったのだ。ここで我が輩は、かの書生以外の人間を再び見るべき機会に遭遇したのである。第一にあったのがおさんである。これは前の書生より一層乱暴な方で、我が輩を見るや否や、いきなり首筋をつかんで表へ放り出した。いや、これはダメだと思ったから目をねぶって運を天に任せていた。しかしひもじいのと寒いのにはどうしても我慢ができん。我が輩は再びおさんの隙を見て台所へ這い上がった。すると間もなくまた投げ出された。我が輩は投げ出されては這い上がり、這い上がっては投げ出され、何でも同じことを4、5遍繰り返したのを記憶している。その時におさんというものはつくづく嫌になった。この間、おさんのサンマを盗んでこの返報をしてやってから、やっと胸のつかえが下りた。我が輩が最後につまみ出されようとした時に、このうちの主人が騒々しいなんだと言いながら出てきた。下女は我が輩をぶら下げて主人の方へ向けて、この宿なしの子猫がいくら出しても出してもお台所へ上がってきて困りますという。主人は鼻の下の黒い毛をひねりながら我が輩の顔をしばらく眺めておったが、やがてそんなら家へ置いてやれと言ったまま奥へ入ってしまった。主人はあまり口をきかぬ人と見えた。下女は口をしそうに我が輩を台所へ放り出した。かくして我が輩はついにこの家を自分の住処と決めることにしたのである。我が輩の主人はめったに我が輩と顔を合わせることがない。職業は教師だそうだ。
学校から帰ると終日書斎に入ったきり、ほとんど出てくることがない。うちの者は大変な勉強家だと思っている。当人も勉強家であるかのごとく見せている。しかし実際はうちの者が言うような勤勉家ではない。我が輩は時々忍び足に彼の書斎を覗いてみるが、彼はよく昼寝をしていることがある。時々読みかけてある本の上によだれを垂らしている。彼は微弱で皮膚の色が炭鉱色を帯びて弾力のない不活発な兆候を表している。そのくせに大飯を食らう。大飯を食らった後で高ジアスターゼを飲む。飲んだ後で書物を広げる。2、3ページ読むと眠くなる。よだれを本の上へ垂らす。これが彼の毎を繰り返す日課である。我が輩は猫ながら時々考えることがある。教師というものは実に楽なものだ。人間と生まれたら教師となるに限る。こんなに寝ていて務まるものなら猫にでもできぬことはないと。それでも主人に言わせると、教師ほどつらいものはないそうで、彼は友達が来るたびになんとかかんとか不平を鳴らしている。はい、皆さんいかがでしたか？今日私が朗読した作品、夏目漱石の我が輩は猫であるはインターネットで無料で見ることができます。もう100年以上前の作品なので著作権が切れていて、誰でも無料で自由に読むことができます。おすすめのサイトはこちらの青空文庫です。私も時々使っています。こうやって YouTube で朗読をしても著作権上問題のない作品です。もし皆さん興味があれば、ぜひオンラインで全部の小説の内容を見てみてください。猫の視点から見た人間の生活、とても面白い作品です。今後もこうやって朗読する動画を作っていこうかなと思っています。ただ朗読する上で最近の作品だと著作権の問題がありますので、基本的には少し古い作品になるかなと思います。皆さんもし聞きたい作品があったら、ぜひここのコメント欄で教えてください。ぜひリクエストください。はい、それでは今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。